断しましてね、はい、油断した感じのまま降りてただのやかです。今回もやわらぎ道の石森先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日は空手家の皆さん絶対あるあるですね。こうフットワークをしてで技を出す時にどうしても一回ギュッて一回動作が挟んじゃったりすることがあると思うんですね。やっぱり一回力が入ってしまってから技を出す、一回手が動いてしまってから技を出す、こういうことが結構あると思うので、それを全くなしに相手にバレないようにまっすぐ出す、この練習をしていきたいんですけど、でもただこの練習をしろって言われてもどうやって練習していいかわからないと思うんですね。だからこの力のこう脱力の仕方とか脱力をしたらなぜいいのかっていうことを今日は教えてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。合気道の稽古で一番いいのは、はい、試合がないんですよ。ああ、なるほど。でね、相手が持ったとこからスタートするのも珍しいんですよね。柔道も練習の時は組んでから投げる練習しますけど、試合になると組ませてもらえないし、空手とかボクシングも、触らせないようにっていうのがあるんですけど、合気道は持ったとこからスタートするんですよ。へえ。そこで若い頃はね、いやそんな練習して何になんだろうと思ってましたがだんだんそうかって気づきがあるんですけど、相手にグッと持たれた時に普通どうなります？ここでグッと持たれていや怖いとか反射が起きますよね、はい、これを取り除く作業なんですよね。なんかね、体の知恵の輪みたいな、無理やりね取ろうと思っても抜けないけど、どっか緩ませればそう出口があるんで。なるほど。そういう練習なんで。はあ、なかなか大人の方はね難しいんですよね。頭も硬くなってくると、無理だろって決めつけるんですよね、だからもう全部外して、今日は全部外して素直にやってみましょう。もうこれ固定観念抜きで、はい、見てる方が2人1組でやってもらうとこれも簡単にできるんで、はい、これは合気道の技なんですか？一応合気下げという名前がついてますけど、流派によって名前は多少違います。なるほど、はい、合気下げ、はい、一回じゃあ見せてもらってもいいですか？で持ってて、はい、自分が下げに行くんでこの手を下げさせない。持ってる人がグッとここでキープ。はい、わかりました。いいですか？キープします。はい。最初じゃあこんな感じ。おお。これね、絵的にいや普通下ろせんでしょと思うけど、やってみてください。下ろせないですから女性の人が両手でやられたら全くいかないですよね。はい。で今ほら油断してますよね。でこの後これが起こりなんです。わかります？ギュッてくる。これがだからスポーツとか格闘とか油断させてグッとしたら今頑張りましたよね、じゃなくてこの油断しましたよね、はい、油断した感じのまま降りてすごい。これでも絵的には力で投げてるように見えるけど違いますよね。全然今もうなんか言葉では説明できないけど、でもグッて来られそうになったからグッて戻そうとしたのにもうここにいたからもうダメ。なんていうんですか、これ言葉で全然説明できない。みんな言葉に困るんです毎回。全然説明できないですけど本当に自分がグッて抜いた瞬間にもう下がってます。その前まではフェイントいかないよって出すのは気づきましたよ。気づきました。いかないよのままなんです。これね、私教えるときに言ってます。このっ
って行くぞ行くぞってやらないよって言いますね。ね、一流の人はできてるんですよね、それ。ああ、なるほど。これは私でもできますか？最初じゃあ片手にしておきます。はいこの位置は最初どこら辺なんですか？最初難しかったらもうまっすぐで、1話目先ほどの動画で右足の親指をやったら、はい、股関節から全身がつながった感じが、つながりました。それと一緒で部分には使わないんですよ。全身がつながって降りるような。こっちが、はい、ここができるこれね、どうしてもやっぱりね、押すとか引くとかになるとね、出ますね、これはこれ難しいよ。難しいですよ、だから面白い。意味わかんないです。これ地味だけど行かないよ、行かないよ、見てる人が2人1組でやったら面白いです。行かないよ、行かないよでもその雰囲気のまま、欲しいで、指先から行く。指先から1万円を落ちてます。あれを広げると、そう1万円に目が行きました。こっちなんか構わず風で飛んじゃうから早く広がりました。なるほど。こっちが気にならなくなった。なるほど。なんかこれこの間話してて、友達とここに執着したら絶対にアウトなんだよねっていう話しました。じゃあ練習する時もグッてやらないで、今反応できないその前の早かったけど反応はできますよね。そうですね。だからもう手だけじゃないんですよ。手だけをここに当てるっていうことじゃなくて、自分が振ってこの負の瞬間が一番相手も緊張してないというか、なんだろう、見ないってことですよね。油断してる。油断というか、あとは頭の考えるロスもあるんですよね、これ。触れてる。例えば、こんなの使って自分が上からやるともう合理的に見えちゃうんで、これを下ろそうとしますね。今下ろすぞっていう信号が伝わっちゃう。で、上げてる時はないですよね。こういうモーションが来るの予測できるんじゃないですか。で、これがこうなったんですよ。で、こっちがめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。楽しい。めっちゃ楽しい。やば、合気道やりたい。やりたい。グッて受けようとしたのに、ふわっスッ。やった時ちょっと手が浮いてきちゃいましたね。あれ調子抜けして、本当はグッてくると思ったんで。全然力入んないです。タイムラグがあるんですよ。これ今これね、こんな体格差あってもこうやるともう踏ん張りは効きますよね。効きます。本当はこう来ると思ってたのが、こう入れ替えになるからこっちから。しかもなんか強くガッて押さえつけられるってわけじゃなくて、ふわーんのままやられるすごいわ、これ。気持ちよく寝てもらってる。確かに何も痛くないし、しかもそう、何にも痛くない。強引に投げてはないんで、投げられたらもう嫌じゃないんですよ。合気道面白い。すごいですね。楽しい。やってみます。いいですか？なんか無知の先端みたいな、最後にここに、さっきは先端がいったけど、今回は肘から降りてくる。これね、多分もう一回体験すると分かると思います。今やってるのは、肘から下ろしてるんですけど、ここがグッとくるんですよ。じゃなくて、ふわっとしてんだけど、肘が降り始めたんですよ。肘降りてるのを確認してんだけど、ここが変わんないから、頭がどうしていいか分かんない。こう来ると分かる。分かります。ふわっとしてんだけど、肘から降りて変わんないまま肘が降りるんですよ。うわっ、本当だ何これ。新感覚。新感覚空手の技でこんなんやられたことないですもん。
あ、考えすぎちゃダメですね。しかもこれ、はい、難しいですよこれ。違うの、気づくんですよ、引っ張っちゃう。これで反応しますよね。ないです。まあ、引っ張ってもないからないです。で、このぐらいの感覚で肘の方からしてるんです。なるほど。すごい。引っ張るのすらなんか気づかない。気づかない。そうそうそう、シューってなんかね、ギャンじゃないの。そう。ギャンじゃなくて、シューって。だからシューンでやるように。わかりました。戦いで倒してやるとかない。はい。で、肘がゆっくり。あ、そう、オッケー。ああ、これでいいんですね。これでいいんです。うわ、全然力使わない。成功している時が味気なさすぎて、受けてる方も味がしないんです。だから倒れてもいいや。やってる感じしない。自分も。なんかただ、なんか自分がふーっと落ちてるだけ。そう。あ、面白い。いや、なんか私もリラックスできてると思ってたし、力別にこうガンって与えてるとは思ってなかったけど、こういうのやってみて、あ、やっぱ力入るんだなって気づきました。だからそういう癖とかがやっぱり入ってるから、それをちょっと一回取り除いて、体の動きだけでっていう練習はめちゃくちゃ大事。今なんかね、リラックスできてます。今日は脱力、力を抜いて、相手をコントロールしないですよね。相手に気づかせないように。それが合気道で結びを作るっていう、友達になっちゃう。だから皮膚が変わんないから降りるんですよ。グッてやるから、あ、私を殺そうとしてる。あ、相手ともう友達になる、結びを作る。相手を殺しに来た人間と友達になりなさいってぐらいだから、すごいめっちゃすごい。いやー、空手の人にはなかなかないですよ。相手を殺せってぐらい言われちゃうんだ、なんか教えられてるんで、そっか、そうしちゃえばもうなんかこっちの方というか、もうダンスしてるだけですから、一緒に踊ってる感じ。でもやっぱりこう勝負がないっていうのも私すごい素敵だなと思ってて、勝負の世界で生きてきたんで、そう勝つことが意味があるっていう気持ちでいたので、その勝つことももちろんね、その時は楽しいかもしれないけど、でも勝つことだけが楽しさじゃないし、この相手と心を通わせる、相手に感謝するとか、そういう精神もどんどん学んでいけたらなって思ってるので、はいまたぜひぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ではまたね。